こんにちは。埼玉です。今回は、VFC の素晴らしき国民拳銃、VP9 を、紹介します。VP9 とは、フォルクスピストーレのイン、の略で、国民拳銃の9番目、という意味です。正確な発音は知らん。近年では、自衛隊が、輸出版の SFP9、ストライカーファイアドピストル9を採用したことが、記憶に新しいですね。弾倉が、旧式の P220 のシングルスタックから、ダブルスタックになって嬉しいと、とある幹部自衛官が大喜びしていました。フレームは樹脂製で、スライドは非常に硬い素材でできています。真鍮製のインナーバレルが、非常に目立ちますね。リコイルスプリングガイドに、ホップ調整機能はありません。エキストラクターは金属製で、別パーツ。アウターバレルは金属製。中古品のため、若干擦れて塗装が落ちています。仕方ないねー。指を刺しているのがテイクダウンレバーで、若干癖がありそうです。スライドストップはアンビで、マガジンキャッチは、下に押すやつです。これは慣れが必要。マガジンは、テッカテカ。注入バルブは当然の海外仕様。当たり前だな。何が日本仕様じゃボケ。ベッドバルブが必要です。今回はそのままで。グリップは、パネル交換式なのですが、自衛隊は交換させてもらえるのかな？なくすからダメですかね。グリップに、VP の刻印があります。9ミリ拳銃には SFP と彫られています。指を刺したところのピンを抜くと、パネルが交換できます。しないけどね。反対側に刻印はなし。手抜きですかね。あと、ピカケに入れると、適当なシリアルプレートがあります。安全装置ではないです。そういやー、9ミリ拳銃の安全装置はどうなっているんですかね。若干の引っかかりのあるスライドは、いい音しますね。ファイアリングピンインジケータが再現されています。暗くてわからないよね。詳しくはググってください。ということで通常分解します。テイクダウンレバーを下げます。スライドを外して、バレルを外すだけです。ピストンやハンマー周りは触りません。ローディングノズルが露出していないのね。丸いに見慣れていると、違和感ありますね。アウターはちゃんと金属。国内メーカーだとペライプラになるのよね。インナーとアウターは、スプリングで繋がっているので、引っ張りすぎないようにね。ホップ調整は、いつものダイヤルです。スプリングガイドの出っ張りが、グロックに比べて貧弱な感じ。大丈夫だ。問題ない。もたもたしてるんじゃないぞ。もたついてますが、初めて触るので仕方ないだろ。当たり前だな。そうだよ。ハンマーがでかい。グロックと違うね。テイクダウンレバーが使いにくい。アンビのスライドストップは、右側の強度が心配になる。
小生、小門は、点が大きく見やすいですね。スライド後端には、左右に突起があって、引きやすくなっています。引き金には、グロックと同様のトリガーセーフティがついています。空打ちしてみましょう。ガスは、HFC134A です。後半、ガス圧が下がってる感じでしたが、ガツンと重みのある衝撃です。同社の HK45CT のような軽快さはないけど、打ってるぞ感が気持ちいいです。初速を計測しましょう。真夏の屋内、弾は G&G の 0.2g、ガスは、ウッドランドガスです。最大72。かなり検討していると思います。海外仕様バルブでも結構ガス入りますね。で、ここからおまけです。まだ誰も動画にしていないやつです。サンプロのグリーンガスで動かしてみます。バルブは3番です。お間違いのないようにお願いします。ガスが入っていないことを確認したら、マイナスドライバーで外すだけです。で、バルブを手でねじ込んだら終了です。ペンチとかでトルクをかける必要はありません。破損します。手で締めます。グリーンガスです。差し込んでから開放して、漏れがないかチェックします。0.5 気圧で漏れがないことを確認しました。空打ち前の薬室点検。薬室よし。激発よし。通常のガスよりマイルドなリコイルです。では、お楽しみの初速の測定です。グリーンガスの実力をどうぞ。ピントが仕事をしていませんが、圧力は 0.5 です。いかがでしょうか？ 69 で安定しています。大変お見事でございます。圧力波 0.5 です。VFC、VP9。いかがでしたか？ちょっと欲しくなったのではないでしょうか？新品価格2万から3万、と、かなりお高いですが、中古品なら1号くらいで買えます。断層は、4400円程度、現状、品切れ状態ではあります。ですが、ディスコンではないので、いずれ流通するでしょう。国内メーカーでは絶対に出ないであろうモデル。所有欲はかなり満たされます。おすすめです。ということで、動画を締めさせていただきます。ご視聴、ありがとうございました。